柴田ドリフトレーシングチームのそば切り光大ですと、今ビデオを撮ってくれてるのがドリフトレーシングチームの田野ゆうきくんが動画を撮って、2人で今回は動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。で、今回の動画の内容ですけども、今回は去年と今年の D1 ライツで僕が乗ってたマシンの R31 スカイラインの方を紹介していきたいと思いますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまずは外装の方から説明お願いします。はい、こちらの外装ですけど、R31 ハウスのモデル7というモデル名のエアロになってますね。2018年度のフォーミュラドリフトジャパンにて R31 スカイライン出場していたんですけど、そちらの車両と同じエアロになってます。ちなみにフォーミュラ D の車両はこんな感じです。はい。じゃあ一周回ってみますか。まずこちらボンネット、フロントバンパーですね。このモデル7なんですけど、こちらの車両についてるボンネット、バンパー、前後のバンパーと前後のフェンダーとサイドステップと下のカナードですねは全てモデル7のエアロとなっております。そして今この全体見てもらったと思うんですけど、メタリックレッドを主体としたこちらのカラーリングですけど、全てフルラッピングです。こちらのカラーリングはアートファクトリーさんにてデザインをしてもらってラッピングの方をしていただいてます。はい、はい、じゃあ次はエンジンルーム見せてください。はい、じゃあエンジンとか、タービンとか、そのエンジン周りの仕様を教えてください。はい、まずこのエンジン本体は RB25 ですね。RB25 を 2.6 リッターにボアップしてます。でタービンなんですけど、こちら GCG の3576という仕様のタービンになってます。であとはこちらのサージタンクも自社製品の R31 ハウスのサージタンクがついていて、ざっくりですけど、とりあえずはこんな感じの仕様になってて、ピークパワーはだいたい650から700馬力ぐらいは出てます。ミッションとかは何を使ってるんですか？ミッションはこちらは長尾テクノさんの RB25 のミッションベースで中だけクロスのギアに変えてもらってます。はい、はい、あとなんか聞いた方がいいのあります？コンピューターは何を使ってるんですか？こちらはコンピューターは HK さんの V プロを使わせてもらってます。であとドリフトしていくと、やっぱずっと高回転をキープしながら走るんですけど、やっぱその高回転をずっと回し続けてると車ってすごい熱持っちゃうんですよ。持っちゃうので、やっぱ大きめのラジエーターにして、あとはちょっと見えづらいんですけど、オイルクーラーに気がけにしてたりとか、その手前にウォータースプレーのノズルがついてたりだとか、その熱対策は行ってますね。はい、じゃあ31スカイラインを使ってドリフトするにあたってやらなきゃいけないこととか、ボディ補強とか、なんか独特のチューニングみたいなのありますか？はい、まずボディなんですけど、やっぱどの車も一緒かもしれないんですけど、基本的にはパネルのつなぎ目、ストラット周りとかが主にですけど、その辺はしっかり故障の予防にもなるんで、その辺はちゃんと補強してますね。であともうここ数年からそうだと思うんですけど、ドリフトって今角度をつけてアクセルを早く入れてかっこよく旋回するっていうのが今すごい主流なんですけど、そちらの走りをしようと思うとフロントタイム切れ角がすごい必要なんですよ。なのでそのためには31の純正のスピンドルじゃハンドルそこまでいっぱい切れないんで、シルビアと同じストラップに変更してます。
じゃあフロントの足回りは31の純正じゃないっていうことなんで、次はじゃあ足回りの方を見せてください。はい。じゃあ次ははい足回りお願いします。はい、まあ先ほど言ったんですけど、足回りは基本的に1号系と一緒です。ストラットの足回りに変更しています。で、足回りなんですけど、ナックルとローアームとか車高調は全て D-MAX さんにて統一しています。で、D-MAX さんのローアームなんですけど、全てフルピロのすごいかっこいいローアームがついてるんで、ぜひ。でこちらのローアームにする利点なんですけど、まずフルピロなんで純正よりもすごい足がよく動くようになって、フロントの応答性がすごい良くなるのと、あとはこちらのナックルストッパーですね。こちらのナックルストッパーも任意で厚みを変えられるんで、コースによってこれは結構触る箇所ですね。はい。あとは車高調も前後ともなんですけど、今 2way って言ったら伸びと縮みを調整できる車高調が今 D-MAX さんから出てますので、そちらも使わせてもらってコースによって伸びと縮み変えてます。はい。じゃあ、はい、足回りについて、はい、こだわりとか、バネ何キロ使ってるよとか、はい、減水どんな感じにしてるよとか、ラジコンやってた流れで、はい、ちょっと自分の考えみたいなのあるんですか？そうですね、基本的には、フロントのバネは10キロで後ろは6キロなんですけど、そのバネに対して減水は前よりも後ろの伸び側を硬くして、1回入ったトラクションを抜けにくいようなことをイメージしてセットはしてます。ちなみにこれはラジコンの時からすごい調子よくて、実車に当てはめたらすごい車すごいよく動くし、思い通りな感じになるんで、今はその感じですね。はい。じゃあ次はリアの足回りを見せてください。はい、はい、では続きまして次はリア回りの説明をします。もともと31スカイラインってセミトレって足の構造なんですけど、見ての通り今この車はマルチリンクに改造してメンバーボロ全部変えています。でこちらのマルチリンクで使ってるアームは全て D-MAX さんの商品を使わせてもらってます。リアも先ほど言った通り 2way なんでコースによって伸びと縮みも変えながら、トラクションの入り方と抜け方を調整してますね。でデフも、普通にスカイライン32のタイプ M とかと同じデフ使ってて、ファイナルも今 4.3 を使ってます。基本的 4.3 固定で、コースによってはたまに変えるかなっていうぐらいで、基本的には 4.3 使ってます。これナックルとか補強してあるんですか？そうですね、こちらのナックルは全てその割れるところ、やっぱ13系とかシルビアのナックルとかって結構割れやすいんで、割れないように補強プレートは入れてますね。メンバーとかも補強ちょいちょい入ってたりとか、ちょっと壊れないように、壊れないための補強をしてます。はい、ありがとうございます。はい、で次車内の紹介していくんですけども、まずこのシートから。シートはブリットさんのブルバ系を使わせてもらってます。なんでこのシートなのかっていうと、ブリットさんのシートってすごい自分の体格にも合いますし、今このレギュレーションで半数することも義務付けられてますので、その半数対応のシートももちろんあって、おかげさまで買い替えの時とかもすごい集中して運転することができてます。はい、で、あとは、見ての通り、ちょっと31スカイライン独特のこういうかっこいいダッシュボードとかついてたりとか内装なんですけど、このひときわ目立ってるのがこちらのサイドブレーキの延長レバーですね。別に油圧サイドとかじゃないんですけど、純正のドラムブレーキで、このテコの原理を利用してもっと強くサイドを引けるようにという感じで、こちらの延長レバーがついてます。でこちらの延長レバーはアディクションっていう、ラジコンの基本的にはラジコンのボディとか作ってるメーカーさんなんですけど、こちらのメーカーさんが実写のパーツも最近出してます。で
スピンターンノブとかも普通についてるんですけど、走ってる時戻ったら困るんで、こういうストッパーもちゃんとついてて、こちらのピンではめ込んで止まるようになってます。はい。この助手席についてるこのタンクは何ですか？こちらは先ほどエンジンルームの紹介の時にも言ったんですけど、車サーキットとかに周回してると結構温度が上がっちゃうんで、上がった時にこちらウォータースプレーの水、普通に水しか入ってないんですけど、こちらウォータースプレーのボックスになってて、このスイッチを押したらウォータースプレー、こっち入ってる水が前に通って冷却してくれるという装置です。ありがとうございます。はい、はい、でこちら以上で車の紹介となりました。ですがまだドリフトするために秘密の改造はまだあります。なのでそちらも後ほど小出しにして出していきたいと思いますので、ぜひともご覧ください。じゃあ一通り説明してもらったんで、はい、じゃあ今年2020年の抱負を一言お願いします。はい、2020年今年本当だったらもうシーズンインして大会やってるんですけど、コロナの影響とかで大会やっぱ中止にはなっちゃってるんですけど、やっぱその分皆さんに期待してもらって開幕される日には去年よりも何倍もすごい走りができるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして次回、ちょいちょい今回動画で映ってると思うんですけど、あちらの車両ドリフトチームの今カメラで撮ってくれてるゆうきくんの車両の紹介をさせてもらいますので、ぜひともそちらもご覧ください。ではまた次回よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。